Please use English subtitles. よちょんワンズム。どうもこんにちは。ジェニュエウォッチです。皆さんはクォーツとオートマティック、どちらが好みですか？クォーツが好きなあなたはきっと精度が高い時計が好きなんでしょうね。オートマティックが好きなあなたは自分でゼンマイをワインディングしたり、歯車のからくりが好きだったりするのでしょうね。オートマティックの弱点は精度です。日差でプラスマイナス15秒ぐらいです。ではオートマティックのように自分でゼンマイをワインディングし、クォーツ並みの精度のムーブメントがあるとしたら、あなたは興味がありますか？それが今回紹介する時計のムーブメント、グランドセイコーのスプリングドライブです。それでは早速その時計をチェックしていきましょう。今回の時計はこちら。商品名はグランドセイコー SBGE209。このスイープ運針の秒針。これがこのスプリングドライブの特徴でもあります。ハイビートのようにたくさんステップしているのではなく、流れるように動いています。そしてこの秒針はどの角度から見ても見えるように丸い形状をしています。しかもこれ実は手作業で行っています。信じられない。ちなみに精度は月差プラスマイナス15秒。素晴らしい。まるでカーボンのように見える模様の白いダイヤル。シルバーの GS のマークに黒色のグランドセイコーのロゴ。この細密なパターンが施されたホワイトダイヤルとめっちゃマッチしています。この白と黒のモノトーンカラーの中にこの青色の GMT 針が最高にかっこいい。実はこの GMT 針、ブルースチール針なんです。この青色はペイントしてこの色にしているのではなく、針を焼いて酸化皮膜をつけることによって生じる青色です。実は防水の役割もあります。この針の先端は中をくり抜いていて空洞になっていますね。そしてこの GMT 針のためにダイヤルの外側には24時までの数字がプリントされています。自針分針は鋭く尖った形状。その針のセンターに黒色のラインが入っていることにより、より一層細長く見えますね。インデックス上にも同様の黒いラインが入っています。丁寧に面取りされているので、宝石のように光を反射しています。もちろん日付表示部分の枠もキラキラと光っています。パワーリザーブが表示されています。私はこの機能好きなんですよね。ワインディングが十分なのか不足しているのか一目でわかりますし、おしゃれじゃないですか？
この時計の駆動時間は最大で3日です。このメモリ一つが1日分のパワーということですね。わかりやすいです。クラウンもナイスですね。ネジロック式です。このネジさえロックしておけば、水の中での使用の際に安心ですね。防水性能は10気圧です。さらにクラウンの周りはこのようにプロテクションのような形をしているので、誤ってロックが外れてしまう確率も少なそうです。プロテクションのような形状、後からケースに取り付けられているのかと思いきや、ケースと一体です。そしてこの複雑な形状のケースをここまで綺麗に仕上げる技術、アメイジング。ラグも同様にケースと一体です。この複雑な形状をポリッシュしていくのは本当に難しいんです。これ、手作業で仕上げられているんですよ。このミラーポリッシュ、よーく見てください。歪みがほとんどないんです。まるで鏡です。歪みが少ないのはザラツ研磨を行っているからです。ザラツ研磨という下処理をしてから仕上げることにより、このように歪みが少ないのです。このヘアライン仕上げの部分、実はこれザラツ研磨をしてミラーポリッシュをしてからヘアライン仕上げにしているんです。なぜか。その理由はヘアラインする前の面に少しの歪みがあるだけでヘアラインにムラができてしまうのです。そしてこのミラーポリッシュとヘアラインのメリハリのある仕上げはザラツ研磨なくてはできないものです。そして高い技術を持ったグランドセイコーの職人もなくてはならない存在です。見てください。このケースの高いデザイン性。グランドセイコーの名の通り、グランドなケースですね。一つだけ残念な点があります。材質がステンレスです。そして硬質コーティングもされていません。なので傷は簡単についてしまうかもしれません。このメタルバンドがまた素晴らしい。リンクとリンクの間に遊びが少ないので、メタルバンドを曲げるときに抵抗を感じます。そして高い精度で組み立てられたメタルバンドなんだなと実感します。普通メタルバンドって金属音が結構するのですが、このバンドの音はソフトでかなり小さな音です。クラウンの部分を含まないケース幅は 39.4 ミリ。ラグからラグは 48.5 ミリ。ラグ幅は19ミリ。腕回り170ミリの私がつけたらめちゃめちゃマッチしていますね。厚みは 13.6 ミリ。ケースのサイズが39ミリとやや小ぶりなので、厚みが13ミリあることで高級感と迫力を感じます。いかがでしたか？
この特徴的なデザインのダイヤル、そして高い技術で仕上げられたケース、メタルバンド、このハイエンドな時計は時計の形をした美術品と言えますね。価格は高いですが、美術館、あなたの腕に一本置いておいてもいいのではないでしょうか。このチャンネルではこんな感じでいろいろなモダンな時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。